皆さんこんにちは、角川のりこうです。今日はスーパーでとっても綺麗で生きやすそうなお花見つけてきたので、ちょっとしたテクニックもご紹介しながら一作生けていければと思います。それでは早速本日の花材がこちら。はい、ということで今日生けるお花たちがスーパーで買ってきたこちらですね。スーパーですとこんな感じで1袋で束になって売られていまして、それぞれ束によって値段が違うんですけど、今日は両方とも399円。ですので税込みでだいたい900円ぐらいかな。以前に手間おじのサプライズで1000円企画やりまして、結構コメントで安いお花で綺麗に飾るテクニックとか教えてもらえると助かりますなんて来たので、こんな感じでスーパーのお花シリーズこれからもやっていこうかなと思ってるんですけど、スーパーのお花ってそれぞれいろんな種類のお花が1本ずつとかそうやって入って1袋で売られてることが多くて、実はいろんな束を買ってしまうと1つの作品にまとめるのがまとまりに欠けると言いますか、ちょっと難しいんですよね。そんなところから初心者でも行きやすい取り合わせとか、そういったところも、皆さんにお伝えできればなと。まずこちら1袋目が、これを見つけて動画撮ろうって決めたんですけど、こちら紫のお花が綺麗なスプレーストックと、グリーンの方がブプレリウムという花材ですね。正直この束を見つけた時に2種類だけ1束でも作品になるなと思ったんですけど、もうちょっと華やかにっていうところで1000円以内収まりそうだったので、こちらも買ってきました。ということでこういったお花がとっても生けやすいんですけど、そのあたりも生けながらご紹介していきますね。まずこちらがスプレーストックですね。綺麗な紫の花咲いていますね。で、このスプレーストックも先ほどのブプレリウムも、この束はとってもお花の状態が良くて、特にこのスプレーストックすごく立派なので、これは大当たりなんじゃないかな。葉っぱの部分見ても傷んでるとこがほとんどないですしね。で、本来ストックというと、1本の茎から穂状に花がたくさんつくんですけど、それがこのように枝分かれして花が咲くことからスプレーストックと言われていまして、ストックというと、もともと英語で茎という意味なんだそうです。この太くて立派な茎が名前の由来になったと。で、お花は下から順番に咲いてくるので、基本的に上の部分はつぼみの状態が多いんですけど、今日のストックですとこの辺りとか綺麗かな。こういった咲きかけのものやつぼみの部分も一つの表情、味わいになると。また一つ面白い特徴がありまして、葉っぱや茎に細かい産毛が生えているので、触った感触がなんだかフェルトを触ってるような、ちょっと植物っぽくない手触りがする、そんな不思議な特徴を持つお花ですね。続いてこちらがブプレリウム、またはブプレリウムなんて呼び方もします。爽やかなグリーンが特徴でして、たくさん枝分かれしながら先端の部分までひょろひょろっと伸びていくと、この一本一本の曲がり、表情がとっても爽やかで味があるので、生け花だけでなくフラワーアレンジメントとかでもよく用いられる、そんな花材になります。で、これも一つ面白い特徴があってですね、これこうご覧いただくと、茎が下の部分から伸びて丸っこい葉っぱがついて、その真ん中からまた新しい茎がこう伸びていますよね。こちら見てもらっても同じようなつき方をしていると。で、このブプレリウムというのは黄色い綺麗な細かいお花をつける三島サイコの仲間になるんですけど、今ご覧いただいたように茎が葉っぱを突き抜けて伸びていくように見えることから、和名では突き抜きサイコなんて呼ばれ方をしています。これもとっても生けやすい花材なので、生ける際にいろいろとご紹介できればなと。続いてもう一袋目が、こちらはご存知の方は結構多いかな。特に白いお花の方は有名ですね。かすみ草とブルースター。こちらの束もご覧いただくと、ちょっとかすみ草の状態があんまりよろしくないかなっていうところではあるんですけど、ただかすみ草立派なものですと結構いい値段するので、まだ先端部分とっても綺麗ですし、これ2本で400円なので、1本200円と考えれば値段的には妥当かちょっとお得かなというところですね。ブルースターも200円から250円ぐらいはしますからね。で、下の部分のあんまり元気がないところや、こういった折れてしまってる部分は生ける時に後で落としちゃいます。ということでみんな大好きかすみ草、英名ではベイビーズブレス、赤ちゃんの吐息とかって呼ばれますね。続いてこちらがブルースター。これも切り花では出回っているので、生け花では結構生けられるんですけど、こんな感じでお花一輪が5つの花弁に分かれていまして、また綺麗な水色、パステルブルーっていうんですかね、そういった特徴を持つことからブルースターと呼ばれています。和名だとルリトーワタなんて呼ばれ方もしますね。で、こちらもたまたま先ほどのスプレーストック同様、葉っぱや茎に細かい産毛がついていて、音聞くとちょっとわかるかな、こうワシャワシャワシャーっとなってるんですけど、こちらも植物を触ってるような感覚がしない、そんな不思議な性質を持っています。カメラよくしたから茎の産毛とか映るんじゃないかな。こんな感じで細かい毛がたくさんついてるんですよね。いやー、植物って面白いですね。
でこの子もう一つ面白い特徴がありまして、茎を切ると中から白い液が出てくるんですね。これは植物乳液なんて呼ばれてるそうでして、身近なものですとタンポポとかも茎を摘んだらうっすら白い液が滲んでくると思うんですけど、このブルースターの場合はもうちょっと濃い液が出てきます。でその液が出た状態で生けてしまうと導管が詰まって水揚げが悪くなるそうなので、水の中で洗ってあげるかティッシュで一回拭き取るといいそうです。あと私は結構強い方なんですけど、白い液が皮膚につくとかゆみが出たり時にはかぶれたりするそうなので、そのあたり皆さんブルースター生ける際は注意してくださいね。この液は天敵の虫から身を守るための自己防衛の一つなんだそうです。で今回お花が青いからブルースターと呼ばれていまして、姿形は一緒なんですけど花が白いものはホワイトスターなんて呼ばれ方もしています。ということで今日はこちらの4種類のお花と、器がこちらの細長いガラスの花瓶に生けていこうかなと、こういったガラスの器に綺麗に飾るテクニックなんかも今日ご紹介できればなと思いますので、最後までお楽しみいただけますと嬉しいです。よし、そしたらまずこういったガラスの器に綺麗に飾るためのテクニックご紹介していこうかなと思うんですけど、そこで用いるのが先ほどスーパーでお花買った時に無料で配っていたこちらの割り箸。これがちょっとしたアイテムになるんですけど、例えばお花をこういう角度で生けたいってなった時に先端の部分が重かったり、あと器の側面がツルツルしていると手を離した時に落ちてしまう。でそういう時にですね、植物の茎を使ってもいいんですけど、より割り箸の方ががっちり止まるかなというところで今日はこちら使っていければなと思うんですけど、ここの器の口の大きさに合わせて割り箸をまずは割ります。だいたいこのぐらいかな。であとはここにガチッとはまるように調整していく。これでガチッとはまりそうですね。そしたらこれを真ん中部分にかけていきます。これ一つ注意点がありまして、もちろんガチッとはまる方がいいんですけど、あんまりギリギリを攻めると、特に薄いガラスの場合この圧力に負けてパリーンと割れてしまうんですね。私一回やっちゃったことあるんですけど、ですのでこんな感じでカチッとはまって落ちない方がいいんですけど、あんまり無理やりやってしまうと器の方が割れてしまうので、皆さんもそこだけ注意してください。こんな感じで割り箸で仕掛けを作ったら、先ほどのように角度をつけていけてもこの割り箸がストッパーになってくれるのでカチッと止まってくれると。でもう一つこのテクニックの有効的な部分として、花材の茎が底の方まで入らないでもいけれるので、これ出来上がった作品皆さんぜひ意識してみてもらいたいんですけど、茎が上の部分で止まってくれると下の部分に移らないので水がすごく爽やかに見えるんですよね。そんなところでガラスのこういった器で生ける際にまた一つおしゃれにと言いますか、綺麗に飾れるテクニックになります。普通にこうやって生けちゃってもいいんですけど、やっぱね、茎が映ってるのと映ってないのとで作品で言うと完成度っていうんですかね、そんなところも私一応プロですので、よりこのお花を綺麗に飾るにはというところで、今日は生けていければなと思います。よし、それでは実際に生けていきたいと思います。まずはこちらのスプレーストックを生けていく。で、ここでスーパーのお花を選ぶ際に一つのポイント。先ほどご紹介したようにスプレーストックというのはこんな感じで枝分かれしていまして、1本なんですけど枝分かれしてる部分を取ると3本として生けることができると。で、スーパーのお花っていうのはいろんなお花が1本で混ざり込んでいるので、例えばカーネーションとバラとガーベラが1輪ずつあると、どれが主役と言いますか見せたいのかなっていうのがすごく曖昧と言いますか、統一感に欠けるお花になってしまう。そんなところでバラ2輪とグリーンとかガーベラ2輪とグリーン、そんな感じで取り合わせれば一つのまとまりが出てくるんですけど、そのあたりがスーパーのお花だとちょっと難しいと。ただ今ご紹介したようにこちらはこのように枝分かれしてるので3本として扱えまして、また1本1本が結構花つきが良くて立派だったので、これをうまいこと3本バランス取っていければ、このスプレーストック1本とグリーン、それだけで形になると。ですのでいろんな種類のお花がたくさん入ってるものより、同じ種類の組み合わせを2袋とか、あとこのように1本から枝分かれしてるものを切ってあげて、それぞれを1本として生けれる、そういったお花を選ぶと生けやすいんじゃないかなと。これ皆さんぜひ参考にしてみてください。ということでまずはそれぞれを1本ずつに分けていく。こんな感じですね。花が3本と、あとメインの茎の部分が1本、4パーツに分けることができます。で、今日はブプレリウムがあるのでいいんですけど、こういった緑も後からこうやって足すことができるので、本当にシンプルなお花でしたらこの緑と花を後から3本こうやって足してあげれば、これだけで綺麗に飾れそうですね。そんなところでこちらも綺麗な部分ちょっと生けていきましょうか。まずはスプレーストックの葉を生けていく。ちょっとこんな感じでくたっとしてる部分は落としてしまいます。そしたらこの先端部分が綺麗なのでこれを生けていく。葉っぱのつき方、角度を見てどういう表情だと綺麗に入るか。
とりあえずこんな感じかな。これだけ今器の縁の部分斜めにギリギリでいけてるんですけど、先ほどの仕掛けで引っかかってくれてるので、先端重くても倒れてこないと。あとはできるだけ水の部分きれいに見えるように意識していけてます。そしたら続いてこちらのお花の部分をいけていく。これは中心部分にふわっといけていきましょうか。1本目はちょっと短めに、もう1本も少し中心部分にいけていこうかな。で最後もう1本はちょっとしたこの曲がりを生かしてスッと伸びるようにいけていこうかなと。これも先ほどの仕掛けの下の部分にスッと挟むことで、これだけ斜めにいけても倒れてこないということで、もうなんだかこれ1本だけでも形になりますね。ここからもうちょっと華やかにというところで、続いてこちらのブルースターをいけていく。これは先端部分が少し枝分かれして花がついてるんですけど、この部分で落としてしまうと1本がとっても短くなってしまうので、こういったお花はスプレーストックのように分けていけるというのに適さないので、そんなところも花材選びで意識してみるといいかもしれないですね。今日はこの子一輪なので、この辺りポイントでポンといけていこうかな。スプレーストックの紫とブルースターの淡い水色が合ってくるかなと思って、もう一袋はこれを選んだんですけど、ということで水に浸かりそうな葉っぱは取ってしまって、やっぱ白い液出てきますね。葉っぱを落としたところから乳白色の白い液体がこんな感じで出てくるんですよね。でこれが手につくとかぶれの原因とかにもなるそうなので、皆さん生ける際は気をつけてみてください。ということで出てきたらティッシュでこうやって拭いてあげるといいですね。私今んとこ一度もかぶれたことはないんですけど、肌の弱い方とかはもしかしたらかぶれてくるかもしれないので、そしたら適当な長さで切っていく。でもちろん今切った下の部分からも白い液は出てくるんですけどね。水切りしたらちょっとこの中でこうやってシャバシャバってするとどうかな。これで止まってくれるといいんですけど、こんな感じでしてあげると下の部分無事止まってくれてますね。そしたらこれをいけていく。中心部分に水色のお花がポンと入るように。そしたら続いてこちらのブプレリウムをいけていく。でこれも最初にご紹介したようにたくさん枝分かれしてるので、分けてツンツンいけてあげると一気にこのお花に躍動感といいますか、このブプレリウム独特の動きが出てくるので作品に動感が生まれるんですよね。そんなところからも最初の1袋目スプレーストックとこのブプレリウムだけでも十分綺麗に飾れたんですけど、そのあたりもこれいけつつご覧いただければなと。まずはこれも1本ずつに分けていく。この先端部分はこのままとりあえず残して使っていこうかな。ということでこちらのブプレリウムは短い3本と長いメインの部分が1本、4パーツに分けることができました。これを順番にいけていきます。この1本1本の動きを生かしてうねうねっといけていく。ちょっとこの辺り下の部分にも混ぜたいですね。こんな感じかな。このブプレリウムのうねうねっとした動きが出ると一気に生け花らしくなりますよね。そしたら最後にこちらをちょっと伸びやかにいけていこうかな。最後はちょっと長めで伸びやかに。そしたら中心部分ボリューム的にももうだいぶまとまってるんですけど、最後こちらのかすみ草、これであればすごく細かいお花なので、そこまで今入ってるお花たちに干渉しないで、逆にこういったものがパラパラっと混ざり込むことで中心部分より華やかになると思うので、こちらをいけていきたいと思います。そんなところも飾り選びの一つのポイントですね。主役脇役でいうところのもう本当の脇役の脇役っていう感じですかね。そしたらこれをふわふわと混ぜ込んでいく。多分撮影スペースが白なのでこのかすみ草あんまり効果的ではないと思うんですけど、このまま教室に飾る時にかすみ草が混ざってると絶対華やかなんでね。これもこの辺りにも混ぜ込んでいきたい。入るかな。いけますね。こんな感じで中心部分にパラパラっと。そしたらラスト、寂しいところこの辺りかな。やっぱこれ落としてもう一本後からいけた方がいいですかね。皆さんからだと見えづらいかもしれないんですけど、ちょっと奥行きにいけて、はい、いかがでしょうか。花が上の部分で止まってると器の中の水とっても綺麗に見えますよね。ということでこれで1000円以内スーパーのお花で飾るちょっとしたお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。スーパーのお花企画、ぜひ好評でしたらコメントいただけますと嬉しいです。また本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。
それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。